こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万1700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ハンガリーの中銀政策金利、米短期在受注、米リッチモンド連銀製造業指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数などがありました。米各指標はですね、それぞれ予想以上以下となっているんですけども、市場は先日のディープシークショックからの反発が見られる状態で、米ドル、米株各指数がそれぞれ上昇しています。ビットコインは前日他より耐えてた分ですね、横ばい推移という印象がありますね。個別株の方では、ハイブデジタルがビットファームズのパラグアイ拠点のマイニング施設200メガワット規模を8500万ドルで買収したこと、メタプラネットがビットコイン買い増しのために新たに2100万株発行を発表、7.45 億ドル調達予定とされています。ハイブデジタルは前日の下落からほぼ現状維持となってるんですけども、メタプラネットは日本市場開場後ですね、上へ向かっています。あと ETF 関連では、シーボー、ビズ X がバンエック、カナリキャピタル、ビットワイズ、21シェアーズ4社のソラナ ETF の 90B パフォームを申請しています。こちらは去年却下されてましたけども、トランプ政権誕生から再度申請となっています。あとはビットワイズが同時 ETF の S1 を申請しています。これも先日デラウェア州に登録を申請してた件を取り上げましたけども、今回 S1 を正式申請となっています。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.11 億ドルの流出となっています。前日からは収まってますね。香港はプラス 22.22BTC と若干の流入となっています。デリバティブの方では先物ベーシスが去年8月以来のマイナス域に落ちていることが注目されてまして、市場は弱気に転じていると見られてますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 3.29%、額としては623億ドル相当、比率として全体ではロングが 53.6%、バイナスミはロングが 56.3% と上襟になっています。他各所の見解ではですね、ディープシークショックの中、ビットコインが比較的強いんで、ポートフォリオの多様化が進んでるんじゃないかとか、あとはディープシークショックは絶好の買い場であるとか、あとはトランプ政権誕生からはですね、規制緩和に期待が集まって仮想通貨が注目されているとか、あとはジム・クレイマーがマイクロストラテジーよりビットコインを保有すべきだと語ったことなどが話題になっています。今後の指標としては、本日1月29日にスウェーデン、カナダの政策金利、1月30日に FOMC、ECB 政策金利、米実質 GDP、第4四半期の速報値、1月31日に米中古住宅販売制約指数、米雇用コスト指数、米 PC デフレータなどが控えております。そしてオンラインチャー企画ですね。昨日の私の予想では、FOMC の警戒があるけども、ディープシークショックで一旦調整挟んだんで、旧正月アノマリの期待を加味すると、若干上が優先になるんじゃないかということで、1月29日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万1840ドルよりも上という予想でした。結果としては市場全体はディープシークショックからの反発となってまして、米ドル、米株各指数も上向きになってるんですけども、ビットコインは前日の反発が強かったせいかですね、少し伸びに欠けてまして、米市場閉場前にも再度下落、そして判定時刻の1月29日 AM6 時点のビットコインは10万1264ドルということで、昨日の10万1840ドルよりも下なんで外れです。はい、続いて明日の予想ですね。FOMC と ECB 政策金利、米実質 GDP を控えてますけども、事前予想では FOMC が金利据え置き、ECB が 0.25% の利下げとなってます。あと FRB がトランプ政権に対してどう出るかが注目されてますね。月末で10万ドルの攻防と微妙なんですけど、FOMC 通過からの反発に期待して上にしたいと思います。なので1月30日 AM6 時点のビットコインは現在の10万1957ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては明日早朝4時に FOMC が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3120ドル、BTC 建ては 0.0306 と。先物の方では OI は全体でマイナス 2.7%、額としては297億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.9%、バイナスミはロングが 84.7% と上襟になっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でゼロで、香港もゼロとなっています。オンチェーンの方ではトランザクション数がまた上向きになっていることや、アクティブアドレスが増えていることなどが注目されてますけども、価格はビットコインに沿って落ちてまして、ドル当てでは3000ドルの攻防、BTC 当てでは 0.030 の攻防となっています。1月19日に一度 0.030 終わってますけども、
直近の ETF のファンドも特に効かずですね、形状的にも下が優勢となってます。ここを割るとなると、次は 0.25 あたりまで視野に入ってきますね。イーサに起死回生のファンドが出るのか注目ですね。あとその他の動向では X マネーがビザとの提携を発表しています。ビザを通じてのウォレットへの入金、送金、決済ができるようになるとのことです。X の支払いに仮想通貨が利用されるんじゃないかと期待されてますけども、初めの提携ニュースがビザとなってます。あとはトランプ大統領から財務長官に指名された仮想通貨派のスコット・ベセント氏が上院で承認されています。これで正式承認となってまして、海外からも祝福の声が上がってますね。あとはアリゾナ州の上院財政委員会で州がビットコイン仮想通貨に投資するための法案が可決となっています。この法案は州の公的資金の最大 10% を暗号通貨に投資する法案となってまして、公的資金の中には州の退職金制度などが挙げられています。ただこれはまだ承認されたわけではなくてですね、次回下院で審議後可決されれば承認されるとのことですね。承認されれば公的資金をビットコインまたは仮想通貨に投資する初の州になるということで注目されています。あと取引所関連ではフランスがバイナンスの捜査を開始したという報道が出ています。マネロン脱税、麻薬密売などに関与したとして捜査、以前からの違法顧客関与に続いての捜査となっています。現在 BNB が単独で弱くなっている印象はないんですけど、今後の進捗に注目ですね。あとはコインベースがアルゼンチンで VSP ライセンスを取得しています。これでコインベースはアルゼンチン内でサービス提供できるようになったと。アルゼンチンは最近ミレイ大統領就任からですね、経済が回復しつつあるという報道も出ましたんで、コインベースの参入でアルゼンチン方面の仮想通貨界隈が盛り上がるのか注目ですね。あとアルト関連ではトランプ一家の DeFiワールドリバティフィナンシャルのインサイダー疑惑が話題になっています。起こった順に見ていくとですね、まずトランプのワールドリバティフィナンシャルが200万ドル相当のムーブを購入してまして、でその10分後くらいにブルームバーグ陣営がムーブとイーロン・マスクが接触していると報道。でその約2時間後にムーブが開発者向けのメインネット公開を発表してまして、こんな測ったこのようなタイミングでファンダが出るのかと、共謀してんじゃないのかと現在疑われています。でムーブの価格はファンダ通り上昇してまして、BTC だともプラス 11.4% と、単独で強くなってます。時価総額は60位ですね。インサイダーはよくある光景ですけども、大統領とメディア、そしてプロジェクト絡みになるとですね、尻尾っきりされるのはプロジェクトだと思うんで、私としてはそのあたりが気になりますけど、こちらもその後どうなるのか注目ですね。あとはリップルの CEO ガーリングハウス氏の投稿も注目されてますね。X の投稿を抜粋するとですね、私は XRP、ビットコイン、イーサーほかいくつかのトークンを所有してますと。私たちはマルチチェーンの世界に住んでおり、私はトークン同士の対立ではなく公平な競争の場を主張してきましたと。政府のデジタル資産準備金が創設される場合、それは単なる一つのトークン、ビットコイン、XRP またはその他のトークンではなく、業界全体を代表するものであるべきだと私は考えていますと X に投稿されています。先日の大統領令のデジタル資産備蓄構想においてですね、ビットコインだけじゃなくてアルトも対象となるべきだというような表現をしています。あと XRP 関連ではオンドファイナンスが XRP レジャー上に米国債トークンの OUSG を展開したことも一部で取り上げられたりしてますね。 XRP の価格は現在 3.07 ドル、時価総額は3位ですね。また米国絡みが強くなってますけども、こちらも再度上へ迎えるのか注目ですね。あと他ではソラナの DEX、メテオラの取引量が急増しているのも注目されています。1月の月次取引量が330億ドルに到達しまして、12月の約10億ドルから約33倍になっていると。要因としてはトランプミーム、ソラナミームの影響が大きいとされています。で全体のシェアもグラフで確認できるほど広がってますね。ソラナ本体は現在まだ調整中ですけども、こちらも再度反発できるのか注目です。あと NFT 方面では OpenSea が新たなプラットフォーム OS2 のベータ版リリースを発表しています。現在はジェミシス NFT 保有者のみがアクセスできるとのことです。日本の方ではメルカリの NFT が物議を醸してますけども、こちらも正式リリース後ですね、マーケットプレイスのシェアが動くのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連ではプライバシー AI 系プロジェクトベニスがトークン VVV をリリース、L1 のポッドが1000万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。